突然だけどここでクイズ。これは何でしょうか？これは餅です。じゃあこれは何でしょうか？これも餅です。雪見大福みたいな感じです。スペイン人の皆さん、日本人に餅好き？何味が好き？という質問はしないでくださいね。日本人が想像する餅はこれなので、これです。醤油とかつけて食べるんですよ。私は砂糖醤油派です。あ、汚い小銭持ってますか今。醤油に小銭つけると汚れが取れるんですよ。これはマジです。子供の時に立証したので、ぜひやってみてください。カルチャーショックっていうか、ショックじゃないんですけど、違いが多すぎて逆に共通点を見つける方が難しいです。今回はスペインにいて、私がって最初に思ったことを紹介していきます。私は日本からスペインに土曜日の夕方に着きました。その日はもう疲れて寝ました。で、日曜日に現地調達したかった生活用品があったので、スーパーに行こうと思ったんですけど、全部閉まってました。スペインは日曜日はザラもスーパーも全部休みです。スペイン人はこの状況でどうやって生きてるんだって思いました。日曜日何をしてるんだ？買い物をしたくないのか？そして平日でもだいたい3時から5時ぐらいまでシエスタって言ってお休みの時間があるんですよ。だから仕事もその時間は家に帰ってご飯食べる人が多いです。学校はどうかわかんないんです。すいません。日本じゃ考えられないですよね。パソコンの前で私もご飯食べてますもん。あ、これ日本のジェスチャーなんですよ。このご飯を食べるって。箸です、箸。汚くてごめんなさい。でも1年経ってもやっぱりコンビニがすごい恋しかったです。日本のコンビニは24時間営業です。ずっと開いてます。で、コンビニは何でもあります。もうスーパーみたいな感じです。野菜もたまにあるとこもあるし、あと食料品もあるし、あと弁当、惣菜、トイレもあります。あとタバコ、雑誌、生活用品、薬、コピー機、ATM、宅配サービス。社員がかわいそうと思う人もいるかもしれないんですけど、夜は時給も上がるし、学生とかが働いてる人多いんですけど、夜働きたくない人は昼働くんでいいんじゃないでしょうか。ちょっと働いたことないのでごめんなさい。あとザラで思い出した。スペインの H&M とかザラとか棚に服置いてあるじゃないですか、畳んで。もうあれもう大荒れです。もうぐちゃぐちゃぐちゃってなってて。で、たまに新品の服なのにハンガーにかかってるのとか、この辺にファンデーションとかリップついてるんですよ。で、最初意味わかんなくて、誰か拭いたのかなと思って。でもよく考えたら日本ってフェイスカバーありますよね。頭から被るフェイスカバー。要するに布みたいな。あれ仕事してますね、結構。フェイスカバーは化粧とか顔の汚れ、リップとか使わないようにする、顔につけるカバーのことです。そして広げた服も日本は結構みんな、畳んで折っておきますよね。でも逆にスペインはそれ、ないような感じはしたんですよ。たまにする人もいますよ。でも私めんどくさがり屋なので、楽だなって思いました。すごい好きです、そこは。そしてみんな気になるトイレ事情。日本のトイレって綺麗って言いますよね。めっちゃ綺麗です、本当に。汚いのって公園の公衆便所とかないですか？あそこ犯罪起こりそうですよね。汚くて。スペインのレストランとかモール、あとカフェテリア、トイレ、ウォシュレットがない、紙がない、鍵が壊れてる、便座が濡れてる。たまに便座がない。流す部分が壊れて流せない。溜まってる状態です。前の人のが。で、たまに紙が流せないトイレもあるので、横にそれがあるんですよ。ゴミ捨てるのが。そこに入れる感じです。で、用を足すコツ。尻を便座につけない。ポケットティッシュをいつも持っておく。鍵がないトイレは誰かが入ってこないことを願います。日本はウォシュレットが主流で、蓋も自動的に開くし、自動で流れますよね。で、あとボタンを押さずにトイレも流れます。センサーがあって、そこに手かざせばシャーって流れるんですよ。でもこの機能がほぼ全部のトイレについてるわけじゃないです。でもほぼ 100% 便座は暖かくてお尻が綺麗になります。
私が帰国して行きつけの焼肉屋さんに行ったんですよ。チェーン店なんですけど、そこのトイレに行ったら、使い捨ての歯ブラシと口臭予防のぐじゅぐじゅペーするやつ、うがい薬じゃないね、ぐじゅぐじゅペーするやつがあって、あとメモ用紙もあったんですよね。店員さんが書いたメモ用紙。そこに生理用品が必要な方はお申し付けくださいって書いてあって、なんかやりすぎって思ったんですけど、優しいなって思いました。このトイレに住みたいと思います。あとスペインは駅とかモールのトイレは有料のとこがあるんですよ。でもその有料のとこを使ったことあるんですけど、わりかし綺麗な方かなって思いました。あとバレンシアのでかい駅あるじゃないですか。でかい駅、あそこのトイレは自動で流れました。なんかどっか押したのか忘れたんですけど、なんか自動で流れました。次はカルチャーショックというか大きな違いです。まずシャワーとトイレが同じ部屋からホテルとかにあるユニットバスみたいな感じです。もっとスペースは広いんですけどね。洗面台もそこにあります。そしてシャワーは完全にドアがあるとこもあるんですけど、ないとこもあるので、半分吹き抜けじゃないけどドアがない。だから水が飛びます。だから最初は慣れるまで結構水を飛ばさないように苦労しました。日本のお風呂はお風呂の部屋があるんですよ。お風呂があって、ここにシャワーするところがあって、そこ一つの部屋で、出たら洗濯機、洗面台とかがあるんですね。家によるかもしれないんですけど、でまたドアがあります。でトイレは別のスペースに個室であります。洗濯の頻度、私は最初ホームステイしたんですけど、週1って言われました。で雨が降ったらできないから2週間に1回ねって言われて、急いで下着買いに行きました。私下着5着ぐらいしか持って行ってなくて、でも正直5着が最大だったんですよ。私の家は毎朝 2,3 回回すんですよね。4人家族なんですけど、2回は絶対回します。それもシャワーした後のタオルも、フェイスタオル使うんですよ、うちは。だから1回1回洗うので、バスマットも1回1回その1日ごと変えるし、そのくらいになるんですかね。でも私が一人暮らししてた時も 2,3 日に1回でした。だから1週間に1回は結構たまるなっていう感じです。あと関係ないんですけど、私のふるさと熊本は水の都って言われてて、水が豊富なんですよ。今度紹介しますね。水が出る綺麗なところを。水がブクブク湧いてます。だからそれはそこの一つの渓谷で1日で60トン水が湧いてるんですよ。だから私たちはでかいボトルで水汲んでよいしょってして家に持ち帰ってそのまま飲めます。だから渓谷にある水もそのまますぐって飲めるんですよ。直で綺麗なので。だからスペインには雨もあまり降らないし、水の大切さを知ることができました。話し出したら違いたくさん出てくるので、また次まとめて第2弾としてあげたいと思います。アデー。